皆さんこんにちは。今日はですね、鶏胸肉の火入れについて、詳しくお伝えしていきたいと思います。たくさん鶏胸肉の調理してきたんですけど、やはり未だに、鶏胸肉の火入れがうまくいかないという声を聞きましてですね、焼いたバージョンと要は茹でるバージョンで、2種類の火入れの仕方をじっくりと、お伝えしていきたいと思います。1品目は鶏胸肉のソテーレモンバターソースというメニューを作っていきます。では材料です。まず鶏胸肉、それから塩コショウ、ニンニク、オリーブオイル、それからバターとレモン果汁ですね。でイタリアンパセリは飾り。ではまず飾り用のパセリを刻んでおきます。では別の容器に移しておくと。では香り付け用のニンニクも半分に切っておくと。でここから胸肉。まずこの皮引きます。皮引いて、鶏皮は旨味のある油が出るんで、チー油ってラーメンとかでもねよく使うんですけど、ソテーの時にこれ一緒に入れて焼くっていうのも一つの手段ですけどね、ちょっと美味しくなる。で今日は引いちゃいます。ちょっと薄皮もできるだけ取って。で半分を今日は2品目に使うんで、半分をソテーにかけて、でちょっと分厚めの方がソテー向いてるかな。そぎ切りにするんですけど、この盤面が大きめに取れる方がソテーが向いてると思います。なのでこれ半分カットで半分戻して、そしたら繊維が今こういう状態じゃないですか。こう縦に流れてるっていうか、こういう繊維で、このまま切ると繊維に沿って切ると噛んだ時にちょっとパラパラとほぐれる感じの食感だ。で逆に繊維に逆らってこうやって切るとちょっと食感が強くなる感じなので、今日は食感を出したいので、こういう繊維に対してこうやって切る。で厚さはだいたい1センチぐらいが理想的。このぐらいで、この厚さが結構大事で、要は皆さんこのまま焼いちゃうわけですよ。この分厚い状態のまま焼いちゃうとすると、当然火入れに時間かかるんで、お肉にどんどんダメージが与えられて水分抜けてパッサリ仕上がるっていうのがもう失敗の代表例ですね。なので薄く切っていく。これ引き続きね。こういう感じですね。今ね、もう僕には美味しそうに見えるんですよ。すでにこの厚さで火入れをした時の想像がつくから。そしたらここにお塩で、味はもうこの下味の塩だけで十分だから割としっかりめに塩していいと思います。で胡椒片面かな。で裏返して反対側にも塩、ちょっとね粉もしないし、塩は少し落ちるんでちょっと抑える感じ。この状態からソテーをスタートします。まず火をつけて、だいたい中強火ぐらいでいいんじゃないかな。1センチの厚さなんで火入れはそんなに長くないです。1分ぐらいで多分火が入るんで、それを信じてですね、中強火でやっていく。オリーブオイルで、油もサラダ油だとちょっと油臭くなるんで、オリーブオイルぐらいちょっとサラッとした油の方がソテーには向いてますね。ニンニクで香り出し、ちょっと香りが立つのを待ちます。香りが立ったらお肉を入れていく。4枚ぐらいでいいかな。でニンニクはちょっと焦げやすいんで、焦げ目ついたら肉の上に避難させて、で蓋。ここでねがっちり焼いちゃうと水分がどんどん抜けていくので、1センチ厚さで1分中強火で、あとはやっぱり蓋して、中蒸し焼き状態にしてあげると火入れも当然早くなる。はい、1分経ったんで蓋してけて裏返して焼き目をつけて、このねプリーンとした感じ、触ると分かると思うんですけど、張りが出てくるんですね、お肉に。この張りを感じるのがすごい大事。もう一度蓋してで1分焼き。はい、1分経ったんで火止めます。でこれ触って見てるの分かるかな。この弾力感、締まってる
ちょっと跳ね返ってくる感じ、これがねもう火入れのポイントになります。中に水分ちゃんと放水している状態で跳ね返ってくる。しっとり焼けてるんです今。わかります？このしっとりさ、しっとりって感じ。たらお皿に開けていきます。改めて鶏胸肉ってこんな美味しいんだと多分思うと思うんですよね。はい、そしたら今この鍋中、この水分残ってるの見えますよね。これ鶏の水分です。でこれ旨味なんですよ。でこれをベースにソースを作っていく。フライパンがまだ熱々なんで一回火止めてちょっとだけ落ち着かせます。こうちょっとふつふつしてるぐらい。そこでバターで熱々の状態で入れちゃうと一気に蒸発していっちゃうので、バターゆっくり溶かしながら再度火をつけます。でさっきの鶏胸から出た水分と合わせていく。でバター溶けたらレモン果汁入れて一気に攪拌してこう粘度をちょっと出していく感じで、レモン果汁の酸味は少し飛ばす感じですかね。そしたら OK。 で出来たてのソースをお肉にかけ、で最後パセリを散らしてこれで完成です。皆さん焼いたバージョンの火入れの仕方はよく理解していただけたと思うんですが、次に茹でるバージョンの火入れもお伝えしていきたいと思います。茹で鶏のごま酢和えという簡単な和え物をお伝えしていきたいと思います。材料紹介です。鶏胸肉、すりごま、すし酢、醤油、片栗粉、塩、それから青ネギですね。まずごま酢を作っていきます。お醤油、すし酢ですりごま、ものすごくオーソドックスなごま酢ですね。でごまの塊を潰して混ぜる感じ。これで準備 OK です。ではまず、薬味のネギから切っていきます。なんかこうやって生肉を使う料理、切ったりする料理っていうのは先に必ず生肉よりもこういう生で食べる野菜とかは絶対先に切った方がねいいですよね。小口切ったらボウルに移す。では胸肉を切っていきます。でさっきはソテーの時は要はこういう繊維に対してこうやって切ったんですね。こういう繊維に対してこうやって切った。で食感を出す。で今度はすごく柔らかく食べたいので繊維沿いに切ります。こうやって切っていく。でこの盤面だと、和え物としてはちょっとサイズ大きいのでこれ半分で、同じく幅は1センチ、こういう感じ。でこれねこのままいきがちなんですけど、こういう形ってここのなんかぷくっとしたこれものすごい火通り悪いんですよ。他のお肉と一緒に入れる時にこれだけまだ火が入ってねって状態になっちゃって結局加熱しすぎてこれ硬くなるみたいなことがあるんで、これもだからちょっと丁寧にこう開くとかね、例えばねこれだけでも違う、こうしてたりとかね、これも同様ですね。こうしとくだけでもちょっと違う。そしたらお肉並べてまず下味塩、ちょっとこの後湯がくんで落ちやすいんですけど、で少し圧着してなじませる。でここにうっすら片栗粉、うっすら片栗粉すると表面がトゥルンっていう感じになるんですよね。でトゥルンってなって今繊維沿いに切ったので食べた時の感じが表面から中までなんか一体感が出るっていうか、すごくだからより柔らかくしっとり感じる。こういう感じ、ほんと薄く全体まぶされてる感じ。ではここから、胸肉ボイルしていきます。お湯をしっかりと沸騰させてお肉をこれ沸騰が止まないようにちょっと強めに最初沸騰させておくといいと思います。でだんだんねお肉の熱で沸騰が弱まってくるんで、からお肉入れてしっかり沸かしたらあんまりゴンゴン煮立てちゃうと鶏の水分出やすいので火加減落としてこのぐらいかな、
コトコトを維持する。これで2分間ですね。じゃあ2分経ったので火を止めて、水気を1回切ります。わかります？これトゥルーンとしてる感じ。ちょっと表面トゥルトゥルっていうこの片栗粉の効果ですね、これね。でソテーと同様箸でこうギュッてやった時に弾力があって跳ね返ってくる状態。これで火入れが完了している。これとかわかりますよね。ちょっとお肉1個裂いてみますね。これが今半分に切ったお肉。周りの火入れの状態と中の状態が一緒ですごい水分保水してるの分かります？これがねすごいジューシーに仕上がってる状態ですね。この状態じゃないと鶏胸美味しくない。では茹でた胸肉をごま酢にあえていきます。全体混ぜる。片栗してトゥルンとするのもそうだし、粉してるから表面乗りやすいですよね、ごま酢が。で盛り付けていきます。で残ったごま酢もかけちゃう。で最後ネギですね。お好みの量でいいと思います。はい、完成です。では2品とも出来たてをいただきたいと思います。まずレモンバターソテーですね。もう切った瞬間に柔らかさが分かるというかね。いただきます。うまい。ほんとしっとり、めちゃめちゃしっとりしてます。でも繊維に逆らってカットしてるんでちょっと食感ある感じ。これねバターとやっぱり相性いいですね。お肉自体が淡白なんでバター使ってちょっとコク出してお互いが共鳴して美味しいって感じですね。じゃあごま酢和えいただきます。めちゃめちゃ柔らかい。切り方一つでこんなに食感変わるかぐらい変わりますよ。噛めばその繊維に従って切れていく感じで、中水分とってもジューシーです。というわけで鶏胸肉の、料理を2つ作りましたけど、胸肉もとてもジューシーに美味しく食べることができます。ぜひ日常に取り入れていただいてですね、お料理していただければと